霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著39見合い。それは確かにある年の夏の初め、館の森に蝉しぐれが早瀬を走る水のようにかまびずしく聞こえている暑い真昼過ぎのことであったと申します。館のうちは降って湧いたような富士の来客に昼寝する人たちも慌てて飛び起き、上を下への大騒ぎを演じたのも通り、その来客と申すのは誰やろう、時の帝の渦の巫女、当時筑紫寺から出雲寺にかけてご巡遊中の大臼の命様なのでございました。お供の人数はおよそ5、60人。いずれも命の直属の屈強の強者ばかりでございました。ついでにちょっと付け加えておきますが、その頃命の直属の部下と申しますのは、いつもこれくらいの小人数でしかなかったそうで、いざ戦いとなれば、いずれの土地に置かれましても、あたりの者の不どもが後からはせ参じて、たちまち大軍になったと申します。橘姫はそうおっしゃっておられました。どこへ参るにも、いつも命のお供をした橘姫がそう申されることでございますから、よもやこれに間違いはあるまいと存じます。それはとにかく、不意の来客としては5、60人はなかなかの大人数でございます。ましてそれが日本国中にただ一人あって二人とはない、戦の神様のご同棲とありましては大変でございます。おそらく森の蝉しぐれだってぴったり泣き止んだことでございましょう。ただその際何より好都合であったのは、姫の父君が珍しく国元へ帰っておられたことで、ご自身采配を振って牙人を指図し、心限りのもてなしをされたために少しの手落ちもなかったそうでございます。それについて姫は少しくお言葉を濁しておられましたが、どうやら大臼の命様のその日のお立ち寄りは必ずしも不意打ちではなく、かねて時の帝からご内命があり、いわば橘姫様とお見合いのためにそれとなくお越しになられたらしいのでございます。いずれにしても姫はその夕べ、両親に促され、清掃しておそばにまかり入れ、ご接待に当たられたのでした。何分にも年若き娘のこととて恥ずかしさが先立ち、格別のお取り持ちもできなかった。姫はあっさりと、ただそれっきりしかお口には出されませんでしたが、どうやらお二人の間をつないだ、切っても切れぬ固い縁西の糸は、その時に結ばれたらしいのでございます。実際またいずれの時代を探しても、このお二人ほどお似合いの夫婦はめったにありそうにもございませぬ。申すも賢けれど、お婿様は100代に一人と言われる優れたご器量の日の巫女、またお妃はしとやかなお姿のうちに凛々しいご気性を包まれた絶世の歌人。このお二人が一目見てお互いにお気に召さぬようなことがあったら、それこそ不思議でございます。お年配も確か命はその時御24、姫は御17、どちらも人生の花盛りなのでございました。これは余談でございますが、私がこちらの世界で大和武の命様にお目通りした時の感じをここでちょっと申し上げておきたいと存じます。あんな武勇絶倫のお方でございますから、お目にかからぬうちはどんなにも怖いお方かと存じておりましたが、実際はそれはお優しいご様子なのでございます。無論ご筋骨は優れてたくましゅうございますが、お顔は色白の至っておきれいな細表、そして少しつり気味のお目元にも、またきりりと引き締まったお口元にも、ほとんど女性らしい優しみをたたえておられるのでございます。なるほど、この方なら乙女姿に作られてもさして不思議はないはず。失礼とは存じながら、私はその時心の内でそう感じたことでございました。それはさておき、命はその際2晩ほどお泊まりになって、そのままお帰りになられましたが、やがて帝のお許しを仰ぎて、再び秋の国にお下り遊ばされ、その時いよいよ正式にご婚儀を挙げられたのでございました。もっとも
軍務多端の際とて、その式は至って簡単なもので、ただ内輪でお杯ごとをされただけ。間もなく新婚の花嫁様をお連れになって、生徒に登られたとのことでございました。こういう場合であるから、いずこへ参るにも、そちを連れる。御事はそう仰せられたそうで、また、姫の方でも、愛しき本方と苦労艱難を共にするのが女の務めと、固く覚悟されたのでした。